手物だ。事件ですか。うん。薩摩だ。隠密が一人戻らん。身元の割れた隠密は切り捨てごめんのはず。いずこで果てようと彼の分。こちらも見捨てるのが上等だ。どうもこの男生きて捕らえられ生かされている。腑に落ちん。そこでお主の出番だ。もし薩摩77万石の不沈に関わる事実が出ましたときは、隠密奉行の権限で悪の根を切るもよし、大目助の権限で上様に進言するもよし、すべて任せる。司祭はそれに。わかるな。今一度言う。すべてそちに任せる。大目付は将軍老中に代わって諸大名を監察する役職である。諸藩の謀反から幕府を守るため身分を隠し
日本国中へ探索の足を向ける。その権限は大きく、その判断が藩の取り潰しに及ぶこともしばしばであった。ために諸藩は大目付の潜入を警戒し、密かに朝比奈河内守正清を隠密奉行と呼んで恐れた。またお出かけでございますか？うん。よくわかったな。絵筆を使い遊ばしてるんですもの。すぐにわかりますわ。で、この度はどちらへ？あまり触れ回られても困るのだが、佐の字のつくところ。謎かけでございますか？そうそう、佐渡。外れ。じゃあさぬき？甘い甘いお土産。ボンタンの砂糖漬けといえば、薩摩。そう、薩摩。ちょっと長い旅になるかもしれんが、留守を頼むよ。はい、お土産お忘れになりませぬように。そして数日後の江戸城内では、目付は旗本を観察糾弾する役職である。また殿中を巡視し、諸役の勤務状態を監督する。真鍋を呼べ。それでと。なんだお前か。真鍋様、渡辺様がお呼びです。お目付様が？真鍋、お前の役目が何か言ってみろ。おこびと目付といたしましては、お目見以下の御家人の観察監督をもっぱらとし、時にはおなり先の警護などをいたしまして。目付配下として何を置いても目付の手足となって働くことが優先する。特にお前には与えた任務がある。その任務は大目付朝比奈河内の神様の行状にいささか不審あり、ご就任以来ご途上の日数も数えるほど、本来詰めておるべき不要の間にも満足に姿を見せたことがない。そこでお目付様がお役目上厳しく詮議に及ぼうといたしましたところ、老中土屋相模の神様の申されるには詮議無用と跳ねつけられて、わしの面目は丸つぶれだ。江戸城内わしの目の届かぬことがあってよいわけはない。そこでわしはお前に密かな探索を命じた。心得ております。朝比奈様からは片時も目を離さず。たけ、朝比奈様はこの3日姿を見せぬわ。大目付、実は隠密奉行などとしたり顔にささやく者もおるが、そのような役職は公儀にはない。学べ、朝比奈様の行き先は薩摩とまでは我らも探った。後を追え、彼の行状を逐一報告せい。早く行け。
ございまする。江戸からの早馬にございます。何？江戸で何があった？一切は江戸からの新野様からのこの書状に公儀大目付朝比奈河内の神様が密かに薩摩に向かったとのことにござりまする。江戸を発ったのは一月前とある。とすればすでに当地へ参っておる頃。当方には何の挨拶もない。どういうことだ？朝比奈様は人呼んで隠密奉行。ひょっとして当藩取り潰しの密命を帯びての探索かも。町奉行を呼べ！はあ！いかがいたします？手分けして探せ。見つけ次第大目付といえども切って捨てろ。分かったな、奈良原。はあ。平太さん、おい、ここでお別れいたします。お供をさせていただいたおかげで厳しいと聞いていた関所の詮議も何事もなく通ることができました。本当にありがとうございました。落ち着く先のあてはあるのかい？はい、尋ねねばならぬお人がおりますので。では。娘独り身で遠く江戸から誰を訪ねて。それにしても何を慌ててるのか。ここはいい。被害の場所にはうってつけだ。さて、人探しと行くか。しかしまずは一杯。いらっしゃい。焼酎、泡盛。泡盛。はーい、泡盛。いらっしゃい。お待たせ。はい、泡盛。よろしく。泡盛。おめえ薩摩初めてだな。どっから来て。江戸もんだな。厳しい関所をどうやってくぐった？手形を見せろ。貴様は役人か。どう見てもゆすりたかりのごろつきだ。御用で正すというなら証を見せろ。これ俺の勝ちだ。こら俺を誰だと思ってる。公儀大目付かまねえやっちまえ。
から用心部らしくここというとこには働いておんなしい聞いての通り俺がこいつらの用心棒だ。今度は俺が相手だ。かかってこい。旦那逃がしちゃいけないんだよ。あいつは江戸から忍び込んだ大目付に違えねえんで次次第叩き切れと藩のお偉さんからのお達しを受けたばかりなんだよ。そいつはしまった。よし俺が始末をつける。おい待て待て待て。俺にいい考えがある。奈良原っていう藩随一の使い手にも手を借りよう。奈良さん違うんだよ。それはうちの先生だよ。何？そうか。大島屋が用心棒を連れてきたと聞いたが、お主のことか。薩摩次元流か。初めて見た。おお、危ねえ危ねえ。もうちょっとで切られるところだ。旦那、やつはどうなったんです？面目ない。見失った。しょうがねえな、まったく。あっちかもしれねえな。旦那、行きましょうよ。お、そちらの旦那も。走り回った挙句次元流で脅かされ息が上がっちまった。いや、少し休ませてくれ。夜は約束の料亭松葉に必ず来てくださいよ。ああ、分かってる。おい、そろそろ出てきたらどうだ。朝比奈様、先ほどは。まったく世話の焼ける男だ。江戸城中にいるはずのお小人目付真鍋平太郎が薩摩組んだりでなんでかくれんぼなんかして遊んでるんだ。いや、私お役目で。目付筆頭渡辺弥左衛門の命令か。はい。いや、それより朝比奈様はなぜ薩摩に。はてさてなぜかな。なぜです？それじゃあ生きてるか死んでるかわからない隠密一人を見つけ出すためにやってこられたんですか？そうだ。囚われた隠密が掴んだのはどうやら薩摩が藩ぐるみでご法度の密貿易を始めた証拠らしい。まさか。それじゃひょっとして私が狙われてるのは。隠密奉行朝比奈河内守と目星をつけられたからだろうが。冗談じゃない。それじゃ私は生きて薩摩から出られないじゃないですか。まあそういうことだな。どうしたらいいんです？とにかくその隠密を早いとここっちの手に入れることだ。どこにいるんです？見当はつかないんですか？江戸に届いた知らせでは開門岳に岩楼があるとあった。開門岳。これは数字の先生ミダーエイトシだ。おお、今日は通詞の先生が弁当運びか。いつものじっつぁんはどうした？持病の腰痛が出てしばらく私が代わりです。それはご苦労。おい、飯だ。その中に隠密の食事も入ってます。おお、そうか。
おい、江戸のおみつ飯だ。隠密、手首の具合はどうだ？以前オランダ船のカピタンからもらった傷薬だ。使うといい。そっちへ行くと殺されるぞ。嘘じゃない、嘘じゃないんだ。こんな何をしている？一宮へお参りに。違う違う。ではこの道は？殿様のお借りは続く道だ。むやみに立ち入ることは許されん。女子供といえど容赦なく切り捨てられるぞ。さあ。おう、通詞の先生、不審なものに出会わなかったか？いえ、別に。どうやら上の囚人を取り戻しに潜入した者がいるらしい。見かけたらすぐに知らせろ。きれいと言いたいが、異国言葉は達者でも刀の抜き方もよう知るまい。大丈夫、もう大丈夫だ。さあ、聞いたろう。早くここを離れることだ。さあ。おう。おお。今までどこへ行ってたんです？飛び出したはいいがあいにくと途中不案内。道に迷って遅れちまった。なるほどなるほど。ああ、お名越はちょっと席を外しておくれ。海江田様、この御仁が例の用心棒でございます。ところで大島屋、明日国家老が山川に入る手はずになっている。交易品の見分だ。五代様がここへ？そうだ。あまり派手な騒ぎは控えるようにな。海江田様、ちょっと。海江田様、ところでこちらの取引の相手のオランダ船、いつ頃現れますかな？予定では4、5日のうちに。では数日中には十数万両の儲けが手に入るわけですな。海江田様、約束は必ず守りますよ。儲けは折半。どうなさいました？隠密奉行とやら、やはり気になりますか？いや、隠密奉行など切れば片がつく。問題は別にある。1年前のことを覚えていよう。署名した用紙紙は2つに裂いて割り符にした。こちらの半分はあなた様にお預けしました。海江田様、
どうかなさいましたか？大島や、それがいかがなさいました？してくるぞ。海江田様。割り符はない。生かして捕らえろ。殺すでないぞ。はっ。間もなくその男を見つけたが、割り符は身につけていなかった。もし割り符が戻らなければ探し出す。何としても口を割らせる。海江田様。海江田様。浜の洞窟の中にこのようなものが。六部か。隠密奉行は六部に姿を変えて領内に入ったか。足取りを調べましたところ、その六部には娘巡礼の連れがいたとのこと。おそらくその娘も公儀の隠密と思われます。手分けして探せ。では俺も手伝おうとするか。手伝うといや、こう見えても拷問にはいささか心得がある。開門だけに閉じ込められた男に手を焼いているんなら、試してみても損はないで。陳兵衛さん、私だ。柳の若旦那。太さんは奥に。太さん、隠さずに答えてくれ。そなた公儀の隠密か？隠密ならばすぐにここを出てくれ。陣兵衛は薩摩琵琶作りの名人。まだ名もない頃、父がひいきにしたのを恩にして何の詮索もせずそなたを預かってくれた。私は隠密などではありません。ではそなたと一緒に薩摩入りした六部が何者か知らんというのか？知りません。たまたま道連れになっただけのこと。ではあの六部は？公儀大目付朝比奈何がし、俗に呼ばれて隠密奉行ってなことらしい。貴様、いつの間に。陣兵衛は？ちょっとの間眠ってもらってる。当たりだ。娘さんは隠密じゃないと言ってるんだ。あの六部は本当に大目付様なのですか？ああ。何が目的かそこいらはよくわからんがね。私にはわかります。大目付様はきっと父を助けに来てくださったんだわ。父というと？甲賀組組頭本間小十郎。開門岳の岩牢に閉じ込められております。朝比奈様。六部の正体を割れちまったぜ。こいつは代わりの衣装だ。これは？今のまま逃げ回ってりゃ最後は見えてる。白秋堂々公儀大目付と名乗り出るほか、真鍋平太郎が助かる道はないってことさ。霊装一式名乗り出るってどこへ？明日は国家老五代立脇が直々に山川の番所へ出張だ。
思い切って乗り込んでみな。もしバレたら。この書状を読んで国家老がどう出るか。評判通りの清廉強直か、それとも偽物か。ま、お前さんの一世一代の大芝居ってとこかな。大芝居ってモノボース公儀を目付け朝比奈河内の神正清である。国家老五代殿にご挨拶にまかり越したご開門ご開門。岩老の囚人の口を割らせてくれと頼まれてきた。聞いているが、その娘は途中素振りが怪しいので捕まえた。手配の娘巡礼かもしれん。こいつもついでにぶち込んでおく。鍵、あとは任せろ。殺すなと言われている。手加減は心得てるよ。何かあったら大声を出せ。すぐ駆けつけろ。妙ではないか。お父様。どうしてここに。あの方が助けてくださると言って。大目付様が。俺を知ってたのか。江戸城中で遠目ながらお見受けいたしておりました。お父様この方を知って。大目付は佐々木様。よしな。見られたら俺まで危ない。それにしても本間小十郎、けなげな娘を持ったじゃないか。父親冥利に作りでなあ小十郎。いや、親の願いを知っている娘ならばこんな無謀はいたさぬはず。なぜ江戸で娘らしい幸せを求めようとはしなかったのじゃ。いえ、お父様をこのまま見捨てては大は一生後悔します。心の晴れぬまま送る日々、幸せなるあるはずがございません。妙。お父様。妙。ここが父と娘の旅の果てとは限るまい。互いのために生き抜くことを考えろ。小次郎、お主が掴んだ三坪池の割り符はどこにある。と悲鳴を上げろ。上げな。一休みするか。しぶといやつだ。娘、お前も入ってるんだな。うん。さすがは奄美の黒糖。甘い。あなたは何者だ。朝比奈殿のお顔は存じておる。いかなる司祭あって大目付様の名を語る。恐れ入りましてございます。私おこびと目付真鍋平太郎、司祭はこちらに。いかがいたしました。中の隠密奉行は偽物だ。何では本物は。岩老だ。割り符が奴の手に入れば我らが破滅。朝比奈を切れ、囚人も殺せ。生き証人の口は全て封じろ。
強い酒ですな。そうか。しかしうまい。うまい。用心棒の先生、ちょっとおい、どうしたよ。ちょっと外へ。あなた本当幕府の大目付。いや、今はそんなことはどうでもいい。国家老の五代様と偽の隠密奉行は今蔵の中に閉じ込められています。何？もうすぐ海江田様たちがここへ来ます。あなたも岩老の囚人もみんな殺す気だ。大さん親子は守ってやれ。ここは俺が引き受けた。はい。小次郎。引き受けた。小十郎、教えてくれ。証拠の割り符はどこだ。小十郎。鳥の巣。
そらく隠密本間小十郎は本間小十郎、最初に血みどろの傷を調べなかったのが相手のうかつ。見事だ小十郎。朝比奈様、ちょいと待たせたかな。五代殿、悪の根源は刈り取りましたよ。はあ。国家老五代立脇の保証がついた通行手形だ。これで自由に薩摩を出られる。で、行き先の目当てはあるのかい？はい、長崎へオランダの学問をもっと学ぼうと思います。で、妙殿は江戸か？江戸に私を待つ身寄りはもうございませぬ。新八様と一緒に長崎へ。ってことはうんと幸せになるんだな。はい、はい、それではお世話になりました。妙さん。はい。ところで、そろそろ割り符の相手の船が現れる頃じゃありませんか。十数万両の儲けを積んでどうなりますかね。海江田大島屋がすでにこの世にいないと分かれば慌てて逃げ出すさ。下手な相手と取引してバレてみろ。積み荷はおろか船までなくした上、異国で牢屋暮らしの羽目になる。琉球新国、積み荷を裁くところはどこにでもあるさ。今日の桜島は静かな煙だな。それは良いことをなさいました。で、肝心のお土産は？え？土産って？ボンタン漬け。忘れた。そんなこと言うはずないじゃありませんか。甘い甘い。ボンタン漬け？甘い。長州の萩ですか？このお金は？不正で蓄えたからだ。時は人を待たぬ。今やらねば
萩藩は公儀に取り潰される。朝日様に身分を偽っていただきたいんです。まさかその公儀大目付に？隠密奉行朝比奈、ご期待ください。お呼びですか？入れ。事件ですか？萩、長州の萩ですか？領内で大掛かりな一揆が相次いでおる。萩藩からはすでに陳腐したとの報告が届いておるが、これを鵜呑みにするわけには参るまい。と申されますと？萩36万石の内情は火の車。過去にも幾度となく一揆が起きてはその都度制圧され、
表向きは性質を装ってはいるものの、今なお火種はくすぶり続けておる。五代当主、毛利義元殿の正気に非ありとわしは見たが、即刻お主に調べてもらいたい。もし萩36万石の不沈に関わる事実が出ました時は、大目付の権限でその根を断つもよし、上様に進言するもよし、すべてはお主の裁断に任せる。長州萩か。やれやれ長旅になるぞ。やれやれとはなんだ。あいや、はは。朝日奈、シャキッとせ。大目付は将軍老中に代わって諸大名を観察する役職である。諸藩の謀反から幕府を守るため、身分を隠し日本国中へ探索の足を向ける。その権限は大きく、その判断が藩の取り潰しに及ぶこともしばしばであった。ために諸藩は大目付の潜入を警戒し、密かに朝比奈河内守正清を隠密奉行と呼んで恐れた。萩はお魚がおいしいところだと聞きましたが、お土産にはかまぼこなどがよろしいかと。無理だな、それは。無理？長旅だ。江戸までは持たんだろう、かまぼこは。ああ。では萩焼きの茶器など一楽二萩三唐津と言われるほど有名ですからね、萩の焼き物は。それも無理だな。無理？なぜでございますか？萩焼きは毛利家の御用窯で焼かれる門外不出の陶器だ。おいそれとよそ様の手に入るものではない。ああ、そうでございましたか。では。いえ。凛。何度も言うようだがな、私が旅に出るのは物見遊山ではない。お役目なのだ。もうその都度土産を期待されると私も困る。それはもう重々。これをお持ちくださいませ。お守り。道中の安全祈願をしてまいりました。お殿様がご無事にお戻りになられるのが私にとって何よりのお土産でございます。いや、こういう心遣いは私にとって何よりの励みになる。いや、ありがとう。渡辺様。遅いぞ真鍋。どこをうろついておった？城内を巡回しておりました。たわけ。お前には特に与えた任務がある。忘れたわけではあるまいな。いえ、決して。申してみよう。はっ。大目付朝比奈様から片時も目を離すなと。その朝比奈様は今どこにおられる？はっ。不要の間に詰めておられました。朝比奈様はとっくに城を下がられたわ。ではない。はっ。隠密奉行と称し、またぞろ諸国巡見に出張ったにそうやるまい。真鍋。はっ。朝比奈様の行き先を突き止め、どこで何をしておるか、その行状を一切漏れなく調べ上げろ。はは。早く行け。お願いでございます、お方様。行き先を教えてください。私存じません。いや、そうおっしゃらず何とぞ。知っていても申し上げることはできません。いや、そこを一つ。いいえ、口が固いのが私の唯一の取り柄でございますから。どうかなさいました？
忘れ物、大事なお役労。出前がお届けいたします。行き先は萩、違う、いや、長州の萩でございますね。必ずお届けいたします。では行ってまいります。どうもごめん。まあいっか。時の氏神とでも名乗っておる。邪魔だとすると貴様も風に無勢はいかんな。義によって助立ちいたす。いだと通りすがりの儀だ。これで血止めを。かたじけのうございます。毛利家のご家長の方が。萩藩要所方下役の早見と申します。お手前は見ての通りの旅のスロー人朝日凛太郎と申す。ほう、これが萩焼の登り窯か。藩の御用窯です。おえんさんはああ、奥ですよ。さあどうぞ中へ。平明いるか。新八郎どうした。その傷は。下城の途中を襲われた。兵道の手の者か。目付筋かもしれん。兵道の差し金に相違あるまい。尾上兵道め、ついに牙をむいたか。こちらは危ういところを助けていただいた朝日殿だ。私の同志です。村岡と田島は剣白書を持ってご家老の屋敷に向かった。四半時もすれば戻るだろう。おやんさん、奥を借りるぞ。はい、どうぞ。どうぞごゆるりと。藩内に何か揉め事でも。この数年萩の領内で一揆が相次ぎましてね。速水様たちはそれを心配なさってご重役方に藩政の立て直しを訴えておられるんです。でも上の方が聞き入れてくれない。お侍の世界って理不尽ですよ。身分の軽いお侍さんは何を言っても相手にされないんですから。なるほど。それで国家老に直談判というわけか。ご家老。苦しいのは民だけではない。我ら家臣も藩庁を返上し財政の立て直しに腐心しておる。毛利元就公の100万一心というお言葉を思い起こしてみよ。囚人が
一致協力してことに当たれば遂げざることはないという意味だ。藩の財政立て直しには少なからず痛みが伴う。この痛みを市民等しく分かち合うのが政のもといなのだ。痛みを等しく分かち合うと申されるのなら直ちに蔵元役を廃止していただきたい。あの役職こそ財政窮乏の元凶。この一条だけは断じて譲りませぬ。ご家老、何とぞご英断を。あいにくだがそれもできぬ相談だ。できぬ。なぜでございますか。過去2度にわたって産物回収や蔵元役の抜き打ち見分をやったが不正の証は見つからなかった。不正の証が見つからぬ以上あの役職を廃止する理由は何もあるまい。しかし田島、もうよい。これ以上話し合っても埒が明かぬ。行こう。失礼。萩の財政は逼迫していると聞いたが、見たところ物の流れも活発だし町の様子も平穏だ。一揆が起きるほどの窮状には見えぬが。おっしゃる通り物はたくさんあるんです。長州特産の紫白ってご存知ですか。紫白4つの白いもの、つまりお米、塩、紙、それにろうの材料となるハゼの実、この4つが長州の特産物なんです。なるほど。その4つの品は産物回収を通して藩が入り札売りをしているので、農民たちが直接それを売ることはできないんです。勝手に売ったりすると抜け売りといって厳しく処罰されますから。ほう。あれ、あのお棚です。長戸屋。藩の御用達商人で産物回収の総元締めを務める長門屋伊左衛門です。長州特産の紫白の販売権を独占している男です。おい。お知り合いですか。ああ、いやいや、この男は旅の途中で知り合った薬売りです。どうしたのだ。追われてるんです。こっちだ。お助けください。そこへ隠れる。おい、ここら辺りで旅の薬売りを見かけなかったか。あっち。おい。おい、行っちまったぞ。大丈夫ですか。おかげで助かりました。こちらでございます。私はここで失礼いたします。いや、ご親切に速水殿によろしくお伝えください。はい、ごめんくださいまし。ごゆっくりどうぞ。これお忘れ物、奥方様からお預かりしてまいりました。お土産よろしくお願いします。りん。俺貸してみろ。いやいやいやいいから。どうした、ここか。よし。
痛くないわ。じっとしとろ。わけを聞こう。一体どうしたのだ。いや実は朝比奈様の行状を探るために薬売りに身をやつして後を追いかけてきたんですが、これがとんだ大間違いの元でございまして。大間違い？萩領内の伊佐村というところで薬が作られておりまして、藩から売薬5面のお墨付きをもらっているそうで、その後の伊佐の薬売りを保護するために他国の薬売りが萩の領内で商いをすることはこれ厳しく禁じられているそうなんです。お茶を一杯。いやそうとは知らずうっかり薬売りに身をやつしたのがもううんとつき、もう地回りどもには因縁はつけられる、袋叩きにされるで。ご覧のような手たらくで。なるほどな。売り薬まで藩が統制しているのか。この町の商人はがんじがらめに縛り付けられてるんですよ。私ももうゴリゴリです、物売りは。結局交渉は決裂か。租税の減免どころか蔵元役の廃止まで拒否された。話にならん。所詮ご家老も毛利家の禄をはむに近江大事しか念頭にないのだろう。民百姓の苦しみなど分かっておらんのか。こうなった上は力ずくでご家老に決断を迫るしかあるまい。力ずくで？時は人を待たぬ。今やらねば萩藩は公儀に取り潰される。一国の猶予もならんのだ。カズマ、それは無謀だぞ。たった6人で白型を相手に戦えると思うか。戦うとは言っておらん。人質を取ってご家老と取引をする。不守備の場合は人質もろとも自決する。命が惜しい者はこの場を去ってくれ。やる気がある者は俺についてきてくれ。俺はやる。俺もやる。よし、俺もやるぞ。俺もやる。新八郎。分かった。俺もやる。村岡様、私に何か。ごめん。池殿、手荒な真似をして申し訳ないが、しばらくのご辛抱を。朝日様、お話が。お願いいたします。お話が。何？速水殿たちが？ご家老様のお嬢様を人質に取って大勝院に立てこもりました。早まったことを。万一このことがお目付様の耳に入ったらただでは済みません。無法の罪できっと厳しいお咎めを。で、私にどうしろと？あの人たちを説得していただきたいんです。いや、そりゃ無理だ。私は萩藩とは縁もゆかりもない。向こうは命がけで藩政改革を志す若者だ。私の説得など聞き入れるわけがない。いいえ、一つだけ手立てが。朝日様に身分を偽っていただきたいんです。身分を？いつだったか速水様から聞いたことがあります。
萩の領内で一揆暴動が続けば必ずご公儀の大目付様が実情見分にやってくると。まさかその公儀大目付に？相手がご公儀大目付様なら手向かいはしないはず。きっと話を聞いてくれると思います。あの人たちを助けると思って、ぜひ。いや弱ったな。そのような大役、私に務まるかどうか。お願いでございます。私もご一緒します。私が説明すれば速水様も信じてくれると思います。わかりました。お引き受けいたそう。朝日様。その朝日ってのはどうも貫禄がなくていいが、この際名前を変えましょ名前を？朝比奈って名はどうですかね。朝比奈河内の神。それはご立派なお名前。うん。要件を聞こう。実は速水殿、あなたに一つ嘘をついていた。嘘？旅のスロー人と偽っていたが、私は公儀大目付朝比奈河内の神正清。本当です。ご老中土屋相模の神様のご加盟で一揆の実情をご見分にいらっしゃったそうです。それが事実ならこのまま江戸に帰すわけには。まあ落ち着いて話し合おう。ことと次第によっては私が間に立って仲介の労を取ってもよい。まずは貴公たちの言い分を聞かせてもらおうか。いや、当家の内政に関わる問題ゆえご公儀大目付様にお話しできるようなことでは。速水殿、私は毛利家取り潰しの口実を探しに来たのではない。反省にいささかの非でもあればそれを正し、萩36万石の安堵を図り領民の暮らしを守る、それが本来の役目なのだ。私を信じてもらいたい。わかりました。蔵元役兵道剣持と三仏会所総元締め長門屋伊左衛門が結託し私腹を肥やしているとの噂もしきり、そこで私たちは腐敗の元凶である蔵元役の廃止と反特産物の自由販売を求め国柄を堀田様に建白書を差し出したのですが、受け入れられなかった。やむなくこのような虚に。ご家老様のご返事は？明日の朝辰の下刻まで待ってくれと。ご家老の返事次第では幸恵殿を切り捨て俺たちも騒ぎの責めを負って自決する覚悟だ。切腹なさるおつもりですか？仮にそのような事態になっても毛利家の加盟安泰を願う私たちの気持ちに変わりはございませぬ。朝比奈様、その折にはどうぞ寛大なご処置を。刻限は明日の朝、辰の下刻か。朝比奈様、問題は蔵元役に不正の事実があったかどうか。その証を見つけることが先決だ。動かぬ証拠があれば国家老殿も決断せざるを得まい。
若侍たちが毛利家の菩提寺に。連中の言い分にも一理ある。騒ぎは表沙汰になる前になんとか穏便に決着をつけたい。真鍋、すまんがお前さん飯が済んだら大書院へ飛んでくれんか。大書院に？連中の動きを見張るんだ。不穏な動きがあったらすぐに俺に知らせろ。いやしかし私にお目付様から申し渡されたお役目が。お目付中だ。渡辺弥左衛門か。案ずるな。俺は逃げも隠れもせん。頼むぞ。朝日様は？俺は朝の散歩だ。じゃ頼んだぞ。なんでいつもこうなっちゃうのかな。どこに行くんだい？朝日様。おえんさん、もう下手な芝居はやめにしよう。花から俺の素性を知っていたんだろう。ゆうべ速水の前であんたうっかり口を滑らせてしまった。旅のスロー人と偽っていたが、私は公儀大目付朝比奈河内の神正清。本当です。ご老中土屋相模の神様のご加盟で一揆の実情をご見聞にいらっしゃったそうです。鎌本の下働きの女がご老中の名前を知っているわけがない。おえんさん、あんた一体何者なんだ？申し訳ございません。本当のことを申し上げます。私は草でございます。草？外様大名の城下や領地に根を下ろしてその動静を探るのが私ども草のお役目、つまり里隠隠密にございます。というとお庭番配下の？はい、5年ほど前に萩のご城下に入り、萩焼きの御用釜小兵釜の下働きとして住み込み、萩36万石の動静を探っておりました。つい先ほど兵道剣物の配下の侍が住み秋吉台の方に向かったそうです。秋吉台？何か秘密が隠されているのではないかと探りに行ってまいります。ところが今朝になっても戻ってまいりません。それで様子を見に行こうと？はい。それならそれと一言言ってくれればいいのに。おえんさん、俺をまだ信用していないんだな。それとも公儀大目付を出し抜いて速水のために一肌脱ごうって花だったのか？いいえ、決してそのような。惚れたな、速水って侍に。朝比奈様。まあいい、行こう。源蔵さん、源蔵さん。この男か。おやんさん、出るな。
この奥にきっと何かが。このお金は不正で蓄えた金だ。お前さん、あったぞ。村長母だ。大松院に立てこもった6名は毛利家に弓を引く族とだ。騒ぎが表沙汰になる前にこれを鎮圧する。よいな、一人残らず成敗いたせ。はっ。奴らは殿に立てつく逆賊だ。一人残らず叩き切れ。公儀をお目付け。朝比奈河内の神正清。倉本役兵道剣松、万物解消総務とじめ長田屋伊左衛門の不正の証しを手に入れた。目付衆は手を引かれ。戻れ。素浪人ごときが公儀大目付を語るとは不届き千万。カモン、叩き切り。や
偽物を切り捨てい！このお方はご公儀を目付け朝比奈河内の神様であるぞ。ご無礼つかまつりました。堀田殿、蔵元役兵道剣物の不正の証、それでござる。ご家老様、7000両8400両。朝比奈様、こたびの一件すべて私の不明のいたすところ、責めは国家老の私が一心に負う所存にございます。何とぞこのことはお取り上げくださいませぬよう堀田図書伏してお願い立てまつります。堀田殿、いや実は私は偽物なんです。まさか。いやついでと言っちゃなんだが、私からも一つお願いがあります。あの若者たちのしでかしたことを不問に付していただけませんか。それはもちろん。しかし今の話はまことでございますか。偽物という話は。まあそういうことにしておきましょう。おい真鍋、そろそろ行こうか。はい。おじさん、あんたの役目はもう終わった。江戸に戻ったらご老中に進言しよう。里隠れのお役目は解くようにと。お役御免。これからは一人の女として幸せに暮らすんだな。速水殿と一緒にこの町に根を下ろして。朝比奈様。じゃあ。朝比奈様。なあ真鍋。はい。江戸に戻ったら目付筆頭渡辺弥左衛門にどう報告するつもりだ。いやそこなんです。いつも頭を悩ませるのは。ありていにご報告申し上げるのが一番なのですが、そういきませんしね。お前の一言に萩36万石の命運がかかっているからな。されとて私の立場もございますし。よし、俺が一つうまい口実を考えてやろう。お願いいたします。おう、妙案があるぞ。どんな？萩に現れた大目付朝比奈河内の神は実は偽物であったというのはどうだ？は？実際俺は偽物という触れ込みで今度の一件を裁いたのだからな。決して嘘ではない。しかしそうなりますと本物の朝比奈様はどちらにおられたことになりますか？そうだな、夫婦で箱根に同時にでも行ったことに。いや、この際本当に行ってみるか、箱根に。ああ箱根にですか？たまには夫婦で命の選択をするのもいいだろう。まあ嬉しい。では早速旅支度を。
学べ。これでよいか学べ。早速お目付様にご報告を。ではこれを。これで学べの顔も立つし女房孝行もできる。まさに一石にちょうど妙案だ。結構結構。お殿様、おお、どうした。萩のお土産は？それそれ。いやこれをな窯元に無理を言って頂戴してきた。萩焼きの夫婦茶碗。嬉しい。早速これを持って箱根に参りましょう。これを持っていくのか。夫婦茶碗に夫婦旅、結構じゃありませんか。夫婦尽くしの道行きなんて。門明かしとは穏やかではないな。誠の新次郎君か否かはその方らが決めることではない。何としても菊丸を世継ぎの座につけることが先じゃ。隠密奉行朝比奈、ご期待ください。Numak samanda badra basindam krushatam tartagamman Numak 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 samanda badra basindam Abira unken bazara da to bang 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 abira unken bazara da to bangどういうことなんだい。どうして俺がこんな目に。
付朝比奈河内の神様ご登場。山伏と神楽面の男たち。問題は双方ともに上山藩発行の通行手形を所持していたことだ。上山藩では昨年藩主の病気療養を理由に参勤交代を延期し、今年に入ってからも再度の延期を申し出ておる。この度の一件、そのことと関わりが？どうやら上山藩の内部では次期藩主の座をめぐって争いが起きているようだ。次期藩主の座をめぐって？小藩とはいえ神君家康公以来の譜代、他の諸大名の手前このまま放置はできぬ。そこでご苦労だがお主に出羽まで行ってもらわねばならぬ。かしこまりました。大目付は将軍老中に代わって諸大名を監察する役職である。諸藩の謀反から幕府を守るため身分を隠し日本国中へ探索の足を向ける。その権限は大きく、その判断が藩の取り潰しに及ぶこともしばしばであった。ために諸藩は大目付の潜入を警戒し、密かに朝比奈河内守正清を隠密奉行と呼んで恐れた。またお出かけでございますか？ご老中様は本当に人使いが荒いお方だわ。朝比奈の家に嫁いでから殿様と過ごすより一人で留守番をしている方がずっと多いんですもの。まあそう言うな。罪滅ぼしに両手に抱えきれんくらいの土産を買ってくる。本当に？おう。嬉しい。それを楽しみにお帰りをお待ちします。で、今度はどちらへ？それがな、西ですの？それとも東ですの？あいにく今回はご老中に口止めをされておる。お前にも言えんのだ。たく者、大目付朝比奈様の行状監視が役目でありながら行き先がわからんでは済まぬぞ。お言葉ではございますが、この度は奥方様にも行き先を告げられずに出立されましたので、いかんせんなんとも手の内を。ご老中土屋相模の神様は過日の山伏と神楽面の男たちの争いにことのほか興味を示しておられた。おそらく何か関係があるに違いない。しかしそれだけでは朝比奈様の行き先。そこを何とかするのが真鍋貴様の役目であろうが。山伏と神楽面ってだけで雲つかむような話だよな。どう探せばいいんだよ。おい、ちょっと待った。全部持っていくのは勘弁してもらいたいな。
すまんが半分にしてくれんか。本気で言ってんのかよ。おう、本気だよ。参ったな。返すよ。返しますよ。いいのか？いいも悪いも旦那の金だろ。困ってるんじゃないのか？ああ、困ってるよ。旅の途中で博打に誘われてすっかんぴんになっちまって、丸2日飲まず食わずなんだから。そりゃあ難儀だな。だったら遠慮はいらん。半分持ってけ。いらねえよ。施しは受けねえ主義だ。盗みはすれど施しは受けずか。変わったやつだな。変わってんのはそっちの方だろ。半分持ってけなんて能天気にも程があら。世の中にはくどい連中がうようよしてんだよ。そんな調子じゃいずれ身ぐるみ剥がされちまうぜ。名はなんてんだ？鶴吉だよ。なかなかいい名だな。よし、今から新次郎という名になってもらおう。新次郎？どういうことやつは。上野山藩ご側室お夕の方様、菊丸君と知っての狼藉か。無礼者、この手を離さぬか。門若氏とは穏やかではないな。引け。お怪我はございませんか？危ういところ、こちらの御仁に助けていただきました。お上野山藩軍隊筆頭京川奥之助でござる。お湯の方様と菊丸君をお助けいただき誠にかたじけない。こいつ改めて礼をいたすゆえお名前をお聞かせ願いたい。あ、いや、見ての通りのスロー人、名乗るほどのものじゃありません。そういうお気遣いは無用です。いや、おい、新次郎。やるじゃないの。さあ行くぞ。お待ちくだされ。この者は新次郎と申されるのか？ええ、たまたま道連れになった男ですが、亡くなった母親の生まれ故郷に向かう途中だとか。ほう、母親の生まれ故郷とは上野山だな。おう、お礼の印に連れの者ともども奈良家の本陣へご案内しておもてなしを。承知いたしました。お方様のお言葉でござる。ぜひともご同行ください。いや、しかしぜひとも。そうですか。それじゃあお言葉に甘えて。待ちなさい。当然殿に直々お話がある。議席があるお磯部様といえども通してはならぬと命じられております。ご城代の命令であろうが、殿のご意向なら別だが、ご城代にそこまでの権限はない。当然。なりません。殿のご命令だ。ご病気が治るまで誰にも会わぬと申されてな。話があるならわしが聞こう。菊丸君とお湯の勝様が何者かに襲われました。おお、それは一大事。運よく難を逃れ奈良家の本陣に向かわれました。これよりお迎えに上がり、この上野山までお供いたします。ご無事で何よりだ。こんなことがあろうかとお二人のお国入りには反対したのだが。どうやら見当違いだったようだな。
しっかりしてください。新次郎君、若君。若君？酒はうまいし料理も悪くない。三万石の小藩とはいえさすが大名だけのことある。どうでもいいけど、おいらに新次郎なんて名付けて一体何企んでんだい？そう慌てるな。いやでもいずれ分かる時が来る。ごめん、何のお騒ぎだ？次席野郎磯部右京之助様がご到着になられたのだ。右京之助、ご無事で何よりでございます。菊丸とは1年ぶりではないか？はい、昨年江戸へ参りました折にお目にかかって以来でございます。大きくなられましたな。目を覚ますではないか。申し訳ございません。城代家老鬼塚劇の鼻を明かし、何としても菊丸を世継ぎの座につけることが先じゃ。次の上田山藩主に。清川、新次郎という名の男の素性は？それがまだ何とも。鬼塚劇の思惑を叩き潰すためにも念には念を入れねばならぬ。たとえ別人だとしても構わぬ。あの浪人者ともども。はっ。Numak samanda badra basindam krusyatam tartagamman Numak 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 samanda badra basindam krusyatamお主が親玉だ。雇い主は軍代筆頭と次席野郎、いやその上の側室お夕の方というわけか。おんたむよ。見られたらまずい。引き上げだ。鬼塚、久しぶりじゃのう。菊丸君ともどもご健勝のご様子、恐悦至極にござりまする。我らが無事の到着、
そなたの本意ではあるまい。何を仰せられます。城代家老としてこの上なき喜びにござりまする。相変わらず狸親父よの。さあ菊丸、お父上様にお目にかかりましょう。お待ちくだされ。殿のご容態いまだ優れず、お目通りの儀は今しばらくご遠慮願いと存じまする。ご加減が優れぬならばなおのことすぐにも会いたい。そのために菊丸と共に戻ってまいったのじゃ。それとも我らがお目通りできぬ何か特別なわけでもあるのか。と申されますと。例えば。お方様は殿の身に何か異変でも起きているのではと案じておられるのです。もはやすでにこの世にはおられぬのではと。急げ。万が一殿がお隠れ遊ばしたなら直ちに公儀に届け出を出さねばならん。そのことを怠るとこの上山藩は即刻お取り潰しになる。そのようなことを軽々しく口にするではない。長くは待てぬ。3日のうちに菊丸を殿に目通りさせる。いかにそなたが止めようともよいな。ここは陣屋の近くだ。やばいんじゃねえの？東大元暮らしで帰って安全だ。安心しろ。連中は朝方早く上山へ向かった。それにしても奴ら何だってまた旦那の命を。連中の狙いは俺ではない、お前だ。俺？どうしてこの俺が命狙わなきゃならねえんだよ。この一月余りの間に江戸で3人の若い男が殺された。いずれも新次郎って名だ。おそらく夕べの連中の仕業だろう。お前で4人目ということだ。ちょっと待った。旦那、それを承知で俺に新次郎なんて名を付けたのか？そうだよ。冗談じゃねえよ。命狙われると分かっててのっぺらぼうな話があるかよ。俺には鶴吉ってれっきとした名があるんだ。新次郎なんて縁起でもねえ名はのしつけて返すぜ。まあそう言わずにもうしばらく新次郎でいてもらいたい。ごめんだよ。やばい、逃げなきゃ。大丈夫。連中とは別口だ。別口って？この新次郎に用があるんじゃないのか？聞きたいことがある。母子の名は？俺のおふくろのかい？お弓という名だそうだ。そうだな。お弓。なんだよ、俺の顔に何かついてんのかい？バカ君！どういうこった一体全体。どうやらお前は上山藩3万石の若君らしい。奥州街道を避け関道を通り抜けてきたのですが、途中山伏の一団に襲われ、私と若君だけが生き延びました。して傷の具合は？かなりの負荷で追われ、いまだに意識も朦朧とされておられます。3日のうちにこの上山城へお連れするのは無理か？はい、今動かせばお命に。よくわかった。若君のことくれぐれも頼むぞ。何事も隠密裏にことを運ばねばならん。遺書もつけてやれぬが万が一のなきよう計らえ。ご城代、若君が新次郎君が見つかりました。何？
殿のご病気が思わしくない今、上野屋藩にとって若君のご帰還はこの上ない吉報。これで公儀に正式に世継ぎとして届けを出すことができます。別にこの新次郎君でなくとも世継ぎならあのお湯の方が産んだ菊丸がいるのでは。いかんながらそれはできぬのだ。その訳は？我が殿のご意志だからだ。殿様の？お夕の方様は殿のご病気をいいことに江戸藩邸を掌中に握って贅沢三昧。それで足りずに今度は菊丸君を次期藩主の座につけて上野山三万石を思いのままにする所存なのです。そのために新次郎君の暗殺を企て江戸でそれとおぼしき者を3人も殺させたのです。我が子可愛さだけではなく私利私欲となればなおさらお夕の方の思い通りにさせることはできません。若君、上野山藩の世継ぎとしてぜひ戻っていただきまする。悪いけどさ、おいらにはとてもじゃねえが世継ぎなんて務まらねえぜ。上野山藩家臣その家族、いやことに藩内の領民のためにお戻りになっていただきまする。それにまずその品のない町人言葉を直していただかねば。そんなこと言われたってよ。ご城代、しばらく猶予を与えてもらえんか。いや、あまりに突然すぎて新次郎君も気持ちの整理がつかんようだし。まだそこもとの生命を伺ってはおらんが。おう、そういや俺もまだ知らねえんだよな、旦那の名前。朝日麟太郎と申す。朝日殿、折り入ってお話が。そなたの狙いは何かな？狙い？新次郎君を伴ってこの上野山へ来た狙いだ。旅の途中で道連れになり暇つぶしがてらここまで一緒に来ただけのこと。他に何の狙いもない。ご城代、そなたの力で3日のうちに新次郎君を説得していただきたい。3日のうちに？そうでなければいやおうなく菊丸君を後継ぎにせねばならんのだ。そうなればお夕の方様の思う壺になる。朝日殿、上野山藩3万石の不沈がかかっているんです。それほどまでに急ぐというのは、つまり殿様の病が芳しくないということかな。殿のご座所で鬼塚劇がどのような顔をするか見ものじゃ。いかにご城代といえども菊丸君をお世継ぎとして認めるしかありますまい。ご城代です。明日のことでお話が。約束の期限じゃ。そなたが何と言おうと菊丸ともども殿の御前へ参る。ご城代、もはや引き延ばしは許されませんぞ。そのつもりはない。お約束通り菊丸君とお夕の方様には殿にお会いいただく。ただしもう一人殿にお目通りなさる方がおられる。もう一人とは誰のことじゃ。この上野山藩の後を継ぐ若君でござる。若君？菊丸君の上に殿の血筋を引く若君、新次郎君がおられることをご承知のはず。その新次郎君を。さよう。お二人と共に明日殿にお会いになられる。
どういうことじゃ。それとおぼしき者は始末したのではなかったのか。何をぐずぐずしておる。すぐさま手を打たねば全てが水の泡になるではないか。またお越しください。苦しゅうない表を上げ、一同の者大義であった。どうももう一つピンとこねえな。どちらへ？はばかりだよ。お供いたします。いいよ、ついてこなくて。何があっても若君から目を離すなとご城代に言われておりますから。金魚の糞じゃあるまいし、はばかりにまでついてこられちゃ出るもん持てなくなっちまうぜまったか。あっ、小それくせ者！やっぱりお前が。若君の命を！人違いだ。この男は俺の知り合いだ。朝日殿の？それよりも新次郎君を。はい。若君。よくここが分かったな。一か八か神楽面の一行の後をつけてきましたら大当たりでした。まんざら私も捨てたもんではございません。神楽面の一行？はい。いや、それにしてもこの上野山藩には新次郎君は一体何人いるんですか？どういうことだ？女は城代家老の手の者か？はい、そのようです。あの城代家老が俺の話に乗ってきたのはこのためだったのか。若君！ああ、おいら降りるぜ。命あっての物の値だからな。江戸へ帰らせてもらうよ。若君の肩にはこの上野山藩の命運がかかっているのです。何卒お戻りください。違うんだよ。俺上野山の若君じゃねえんだよ。偽物なんだよ。偽物？そうだ、偽物なんだよ。頼まれて新次郎なんて名乗っちまったけど、本当は鶴吉って言うんだよ。上野山藩とは縁もゆかりもねえ真っ赤な偽物なんだよ。どうやら嘘ではなさそうだな。このまま生かしといてよろしいんで。偽物を消しても仕方あるまい。行くぞ。旦那。大したことはありません。朝日殿、この男が偽物だというのはまことですか？鶴吉、お前。仕方ねえだろ。だって本当のこと言わなきゃ殺されちまうじゃねえかよ。まずいことになりましたね。真鍋。偽物を仕立てるとは狸親父も焼きが回ったものじゃ。もはや鬼塚劇も打つ手はございますまい。お方様、これでお世継ぎはお方様と拙者の間に生まれた菊丸君に。菊丸は殿様のお子。神の山三万石の血筋を引くれっきとしたお世継ぎじゃ。夢それを忘れぬように。思えば途方もないことを。夢かうつつか
菊丸、菊丸、殿の御前に参るぞ。申し上げます。ご公儀大目付朝比奈河内の神様ご到着にございます。ご老中の命により拙者が参ったのは他でもない。昨年来上山藩では藩主の病を理由に参勤交代の延期を申し出ながらいまだ世継ぎの届けが正式に出されておらん。噂によれば次期藩主の座をめぐって藩内に抜き差しならぬ対立があるとか。ご城代、そのような事実がおありなのかな。いえ、そのような事実はございません。お世継ぎはこちらのお夕の方様がお産みになられた菊丸君と決まっております。菊丸君？はて、お世継ぎは藩主とお弓様の間に生まれた新次郎君だと聞いているが。その新次郎君は行き方知れず、おそらくはすでにお亡くなりになっておられるとしか思えません。亡くなったと申すのか。もし生きておられるなら、城代家老鬼塚劇がこの場へお連れするはず。お夕の方様でございましたな。新次郎君は亡くなってはおられません。拙者がお連れ申した。俺、それに。この者が新次郎君だと申されるのか。いかにも。ご公儀大目付の重職にありながら心眼を見極める目はお持ちでないようじゃ。こやつの名は鶴吉。まことの新次郎君とは似とも似つかぬ真っ赤な偽物。まことの新次郎君か否かはその方らが決めることではない。心眼を見極めるのは病床の上山藩ご当主でござる。ご城代、これでよろしいかな。はい、それでは私が。いや、役目柄拙者が直接お目にかからねばなら。いや、しかしそれは。何かまずいことでもおありかな。いや、別に。ご病床の友はこのお方がまことの新次郎君であること、そして新次郎君を上山藩お世継ぎとすることを正式にお認めになられた。たわけたことを。殿はすでにお亡くなりになっておられるのじゃ。
死人がそのようなことを認めるわけがあるものか。らっしゃい。お通しは生きておられる。公儀を目付け朝比奈河内の神がこの目でしかと確かめたのだ。おのれ。菊丸のために殺すのじゃ。我が子が可愛くないのか、このふぬけが。あの者たちの処分はそちらにお任せいたす。大目付様、今日まで殿の病死を隠しておりましたのはこの鬼塚劇の一存。責任は私一人にあります。ご城代、殿は生きておられた。少なくとも拙者がお目にかかった時までは、従って誰も責めを負う必要のないこと、無論上山藩にご公儀よりのお咎めがあるはずもない。朝比奈殿、この上はまことの新次郎君のご回復を待って正式に次期藩主の座に。鶴吉、身代わりご苦労であった。何度も殺されかけたんだ。このお礼はたっぷりしてもらえるんだろうね。はい、ご希望の通りに。そうこなくっちゃ。朝日の旦那、また若君の身代わりの口があったらいつでも声かけてくんな。今度はもっとうまくやってみせるよ。朝比奈河内の神、役目大義であった。調子に乗りよってこいつ。ほら、ひょっとして上山土産でございます。紅花染めでございます。こけしでございます。あ、そうそう、これ今朝方上山藩から届けがあった。旧藩主の病死によりお世継ぎ新次郎君が新しく藩主になられるとのな。私がお目にかかった時はまだご存命でしたが。そうですか。
お亡くなりになられましたか。新しい藩主というのはどのような人物なんだ。上代家老という名伯楽がついておりますゆえ、必ずや家臣領民に慕われる名君となりましょう。朝比奈、上山藩では確かに何も問題はなかったんだな。はい、何もございませんでした。ならばよい。ご苦労であった。渡辺殿、いやー、ご壮健で何より。いや、ごめん。こら。信濃松本藩を探って奴らを江戸から出してお家の大事だ。草の絵わけでも探しなせい。奥方様に対して何と申し開きなさるおつもりですか。勘違いするな。黙らせて。気の毒だが姫には死んでもらう。藩政はこのわしが牛耳る。隠密奉行朝比奈、ご期待ください。